ついにフロントカメラの振動問題を解決したぞ。前回、振動で見ていられないような映像になっていた件ですよね。解決できずに、バイクごと数年間放置されるものだと思っていましたが、案外早く解決できたのですね。とりあえず映像を見てほしい。エンジンの振動も路面の振動も全て解決したぞ。おお、これはすごい。まるでドローンで撮影したかのような映像になったね。同じ道路でここまで映像が綺麗になるのですね。何やら右上に大掛かりな装置が見えるのですが、それじゃ今回はどのようにしてこの映像が撮れるようになったのかを順を追って見ていくことにしよう。遠藤マリナ教団。さて、これが前回終了時の写真やね。いろいろ考えた結果、カメラにサスペンションを取り付けることにしたぞ。場所はどうするの？ストロークを確保するにもカメラの足元スペースはほとんどないに等しいよ。車体の両端を縦方向に使用するよ。ストローク制御にはスライドレールを使ったぞ。あれって引き出しのスライド機構に使うものですよね。縦方向に使うものではない気がするのですが、あくまで前後左右方向の位置決めだけの役目やね。荷重を受けるのはバネだから負荷はほぼないはず。使用するバネは長さと硬さを参考に適当に選んだよ。ここから作業開始だね。スライドレールを取り付けるためにはフレームを前方向に延長する必要があるね。最適なフレームの長さがわからないから、とりあえず適当に延長したぞ。L 字ステイを取り付けて、スライドレールの台座を作ったら、スライドレール本体も取り付けて、とりあえず形にはなってきた感じ。この段階ではかなり不安定な見た目やね。カメラを乗せるための台座が装着されましたね。上下方向の可動域はかなりあるようです。カメラや台座の荷重を受けるバネを設置したよ。このバネは取り付け位置の変更で調整が可能だ。この時点ではかなり基準の位置が高いけど、これは今後の改良で下の方に移動するよ。斜め方向に補強する棒も追加したんだね。とりあえずこれからテスト走行になるのかな？エレベーターに乗れず、外に出れませんでした。バイクが少しだけ前方向に大きくなった結果、エレベーターに収容できなくなったという。何をやってるのですか？それで次はバイクの全長を短くする作業ということになるのですね。取り付け位置を工夫したらここまで短くなったぞ。バイクの全長で3センチメートルくらい短縮されたかな。おお、これで外に出られるようになったね。ここから先はカメラの移植作業だね。ところで、視認性向上のために増設したウインカーがスライドレールで半分くらい隠れちゃってるよ。車体からはみ出さないように縦置きにして移動してみたよ。これで視認性もバッチリやね。その後、フレームを追加して、さらに強度が高まったぞ。この物入れのようなものは何なのですか？バネを効率よく動かすために重りを乗せるための場所だよ。2.5kg のバッテリーを乗せたら良い感じだった。重りはいろいろ考えた結果、釣りに使うものを黒い袋に入れて設置することにしたぞ。今度はちゃんとエレベーターに乗れたんだね。テスト走行の結果はどうだったの？ゴツゴツとした振動は感じるものの、なんとか配信できないでもないレベルには達したよ。画面を直視できないような以前の映像と比べるとかなりの進歩ですね。これで妥協して終わってしまっても大丈夫なレベルだと思いますけれども、いや、どうしてもあのゴツゴツ感をなくしたくてね。細かい振動は弱いバネで吸収しようと考えた。そこでさらにスライドレールを追加して弱いバネでカメラを保持しようとしたよ。なんだかまたバイクの全長が伸びそうだね。これ、バネはどんな感じで作動してるの？自動車のリアサスペンションをイメージして設計してみた。正直、結果的に効果があったかはわからない。また、フレームと何かのステーが追加されましたよ。この位置ですと、サスペンション機構とは関係がないような気がしますが、ああ、それディスプレイのステーやで。あと、引きバネと重りを追加して、サスペンションが効率よく動くようにセッティングしたよ。急に見た目が大きく変わったね。一通り配線が終わったらテスト走行だよね。画面右上をカメラ用サスペンション映像にしたよ。バネレートの強化と重りの増量のおかげで、バイクが段差で飛んでもカメラはふわふわと上下に動いているのがわかると思う。先ほどよりは良い映像になりましたが、ウェブカメラではこの辺りが限界のような気がしますね。遠藤マリナ教団。マリナの言う通り、ウェブカメラの限界を感じたので、ウェブカメラと第2サスペンション機構を取り外すことにしたぞ。あと、重りも線量投入して、バラスト重量は 3kg になっているよ。これは、ソニーのアクションカム HDR-AS300 だね。空間光学手ブレ補正の性能が素晴らしいと評判だよ。とりあえず手っ取り早く装着したかったから、小型の USB キャプチャー装置で配線したぞ。さあ、見せてもらおうか。ソニー HDR-AS300 の性能とやらを。
なんだろう、まるで空を飛んでいるかのような映像だね。サスペンション機構がかなり激しく動いているにもかかわらず、画面はほとんど揺れていませんね。正直、カメラでここまで変化するとは思っていなかった。直線を走っているだけなら、自動車で配信しているのか、バイクで配信しているのか、メイン画面を見ているだけでは簡単にはわからないレベルだと思う。映像はいいんだけど、なんだかカメラが下向きじゃない？もうちょっと上に向かないの？カメラを取り付ける際、ステーに上下方向の可変機構を搭載するのを忘れていたので、後日修正しました。ここまで来てかなりのボンミスですね。これで角度の調整ができるようになりましたよ。作業のついでにミラーの取り付け位置も変更したよ。折りたためばエレベーターのバイクカバーも大丈夫。ミラーが前側にはみ出さないように可能な限り後ろ側にオフセットして取り付けてあるぞ。いろいろと細かな工夫があるんだね。それじゃ、最新の状態での走行動画を見てみよう。いや、空が綺麗だな。やっぱり下ばかり向いてたらダメやね。全然関係のないコメントをしないでください。確かに今までは画面の振動の影響で景色を楽しむ余裕なんて全くありませんでしたが、これならヘルメットにカメラを取り付けている人よりも振動の少ない良い映像を録画できている気がするぞ。継ぎ目の多い新大阪駅付近でもサスペンションがしっかりと仕事をしてくれているね。サスペンションカメラやバックカメラを見ればわかると思うんだけど、決して滑らかな路面ではないんよね。それをここまで補正できるとは、ソニーの空間光学手ブレ補正の性能がすごいということなんだろう。サスペンションが動くとカメラも上下していますよね。実際にはどれくらいの画面変化があるのですか？停車した状態で手で動かすとこれくらいだよ。実際ここまで動くことは少ないとは思うけど、このストロークをうまく使えるようにバネと重りの調整を上手に行わないといけないね。というわけで今回はメインカメラの調整が主だったけど、ものすごくうまくいったね。今後の改造の予定は何かあるのですか？今一番気になっているのは PC の連続稼働時間が短いことかな。現状メインバッテリーとセルモーター専用バッテリーの2つが搭載されてるけど、実際のところはほぼメインバッテリーしか使えていない。だから AC100V インバーターへの出力を任意に切り替えられるようにする方法を検討中やね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますね。またね。またね。さて、どんどん改装していくぞ。乗らずにずっと改装していますよね。ちゃんと乗らないと